皆さんこんにちは。さて、この度日本で発売されましたアウディ A5 ですね。以前の A4 のモデルが今回 A5 になってフルモデルチェンジしたということで、このフルモデルチェンジ後の A5、この車の方に今試乗の方をしております。今回はこの A5 試乗して感じることについてお話の方をしていきたいと思います。これガソリンのモデルなんですけれども、実際に今ぐーっとアクセルを踏み込んでいって加速をしていったんですけれども、やっぱりこの加速する時の発進の滑らかさっていうのがすごくありますね。この加速をした時に感じたことがありまして、私が乗っていた A4 であったり、それから Q3 もそうですし A3、そして今の A6、ここは全部マイルドハイブリッドの機構が入っています。で Q3 とA3 私乗っていたものは 48V のマイルドハイブリッドの機構が入っているものでありました。でこのマイルドハイブリッドの機構が入っている車ってアクセルを踏み込むともう即座にこのモーターが加速をアシストしてくれるので、ギュッという体がシートに押し付けられるような強い加速が即座にバシッと発生するんですけど、試乗したアウディ A5 に関して言うと TFSI の FF のモデルということで、このモデルに関して言うとマイルドハイブリッドの機構が入っていないんですね。これ使用書言とかを見ていただくと分かりますが、 S5 ですね、こちらからはマイルドハイブリッド機構が入ってくる。あと TDI、ディーゼルのモデルはこのマイルドハイブリッド機構が入るらしいんですけれども、ガソリンのモデルに関して言うとマイルドハイブリッドの機構が入らないんですね。ですのである意味そのエンジンの自力での加速になる。ですので最初アクセルを踏み込んだ時にマイルドハイブリッドのモーターによる強い加速っていうんですかね、これがなくって緩やかに発進したんですよね。あれ緩やかに発進してるなと思って2、30キロぐらいの速度になったらトルクが立ち上がってより強い加速がぐーっとかかってきたんですね。でこのタイミングでモーターってアシストするのかなと試乗の時にちょっと一瞬思ったんですけど、よくよく見てみるとやはりこのマイルドハイブリッド機構が入ってないからこそエンジンの自力、いわゆる通常のやはりこの内燃機関のガソリンエンジンらしい多分加速の仕方をしていた。やはりアクセルって緩やかに踏み込んでいってエンジン回転数が上がってきてトルクがぐっと上がってくると、その動きをねまさにしていたというところで、やっぱりこれはマイルドハイブリッドの機構が入っていないガソリンエンジン車なんだなっていうところを走っていて改めて感じることができたかなというふうに思っています。で青になります。いきます。この踏んだ時のグーッとくる感じですね。最初のアクセル踏んだ時には緩やかに出つつ加速感気持ちよくスッと出てくるなというふうに思います。静粛性というところなんですけれども、今ここすごく荒れた路面走ってるんですけれど、ロードノイズがねすごい静かなんですよ。小さいなと。これ前の A4 を私乗っていましたあちらであったり今の A6 とかでも走っている道なんですけれども、 A4 と比べた時にやはりこちらの方が乗っていて静か、それから今このゼラチで路面のところ走ってますけど、ロードノイズ本当に小さいんですよね。それから周りを走る車とかの音の入り込みもすごく小さいので、やはりこの静粛性の高さというところもすごいなというふうに思いながら乗っています。もちろんアウディ A6 と比べた時にどうかと言われると A6 の方がこのロードノイズであったりとか音の入り込みがさらにぐーっと入り込みを抑えているので、そこと比べると確かに若干この音は A6 と比べて入ってくるって感じる瞬間はあるんですけど、でもねほとんど遜色ないというか本当に高いレベルっていうところでのこの静粛性っていうのが確保されているというのがとてもね印象的なところかなというふうに思います。で今これから荒れたところ走ってるんですけども、いや乗り心地がねすごくねいいんですよ。でこぼこガタガタの段差のところをずっと50キロっていう速度で巡航しているわけなんですけれども、この時の揺れ方っていうのがすごく柔らかいマイルドな動き方をする。今もここ橋の次へ通過しますけど、ふわっふわっていう感じですね。硬さとか突き上げ感とか角が尖ったものが全くなくってすごく柔らかいなって思うものになっています。これで、私が乗っているアウディ A6 と比べてもここの段差の乗り越えはこちらの方が柔らかいなって多分感じるなと思っています。よりコンフォートな感じっていうんですかね、それを感じます。こうやって低い速度域で前の車を追いかけながら走ってるわけですけれども、この時の走ってる時の操作性っていうのもいいですね。アクセルがピーキーじゃないんですよね。しっかりと滑らかに発進していく、そして自分が思うような形でスッスッっていう風に動いていくので、扱いやすさっていうのが非常にあるなというところが印象的です。
そして今こうやって車線変更の方をしますけれども、やっぱりね車線変更する時の視界がいいんですよね。左側のミラーですね、それから左後ろのピラーも含めてこの左の方を見る時の視覚っていうのは本当に少ない、アウディ車らしさっていうのがやはりあるなというふうに思います。ですので今車線変更する時にもこう気負わずにスッとこう曲がっていけるっていうところがあって、乗り心地もいいし運転もしやすいしっていうところで、以前乗っていたアウディ A4 からなんか大きく進化しているなというところは乗っていてすごく感じるポイントかなと思います。このディスプレイなんですけど、こう高さがあるように多分見えると思うんですが、私のね着座姿勢で運転をしている限りでは実はねこのねウィンドスクリーンのところにはかからないようになってるんですよ。不思議なことにここの際のところからもガラスになるんですよね。ガラスの際が始まるみたいな感じで、運転している時のこの視線をこう隠すような感じにはなっていないっていうのが今乗っていての感じです。ちょっとこちらねステアリング上に上がってるんで、ステアリングの方が逆に上に上がってるぐらいの感じなので、このディスプレイが運転の妨げになることはなくって、逆にA4、9になりましたけれども A4 とかマイナーチェンジ後のモデルって大きいディスプレイついてたと思うんですよね。あちらの方が視線にかかるっていう感じでした。ですのでそこと比べるとやはりここ一体型にしてこの運転視界にかからないようにちゃんと配置されているっていうところも分かるものなので、運転とてもねしやすいなっていうふうに思いながら今見ているというところであります。またこう左折をしていきますけれども、こう左折をしていく時もこうぐーっとステアリングを切り込んでいきました。この時のね反応もいいですね。これ今試乗している車は FF のモデルなんですよね。なんですけれどもこうぐーっとこうステアリングを切り込んでいた時しっかりと車のノーズっていうのは動いていく、反応してスッと入っていくっていう感覚もちゃんとあります。もちろん、FF のそっと動き出す感覚っていうのはちょっとあるんですけれども、でもねしっかりとスムースに曲がっていくなという印象があって、本当に素直に車が動く感触っていうのがあります。ブレーキっていうところに関しても今試乗している感覚ではブレーキの癖っていうのはあまり感じないかなっていうのが乗っていての印象というところになります。例えばブレーキをぐーっとこう絞っていって、今もこう左折をこうやってしておりますけれども、した時にこうどっかでガクンと効いてしまうとか、ブレーキをこうクッと踏んだ瞬間にビシッと止まりすぎてしまってカックになるとか、そういった感触は今のところはないですね。1点だけちょっと気になっているのがこのブレーキホールドなんですけれども、前が車止まります止まりますで止まって、そこからこのブレーキをこう踏み込んでホールドを効かせるんですけど、結構グーッと強く踏み込まないとブレーキのホールドがかからないんですよね。ですのでちょっとねこう下までグッと踏むっていうのがある。今のアウディ A6 とか A4 の時っていうのはそこまで踏まなくともブレーキホールドの方がかかっていたので、このかかるところはちょっとねブレーキの奥の方まで踏まないとかからないっていうのは違いとして感じます。これもね最初ちょっと今戸惑ってあれ動き出しちゃったと思ったんですけど、そっか踏むのかと、もっと踏むんだっていうところ、ここの部分に慣れるともう全然扱えるものになるかと思います。でこのブレーキホールドというところからの発進っていうのもすごくね滑らかになって走ってきます。今もブレーキホールドで止まっています。これ今前が青になりますのでちょっと加速の方をしていくんですけれども、こういう感じですね。もう本当にスッと動き出していく、で首が前後に揺れるということもなく、本当滑らかにシューッと発進していくんですよね。この辺りのやっぱり動き方っていうのはとてもね滑らかなホールドになってるなというふうに思います。でやはりブレーキのねこう絞っていく時、今もこれ低い速度域で走らせてるんですけど、で今ずっと30キロを切っている速度のところからこう緩やかにこうブレーキを止めていっています。止めていっています。止めていっています。止めていきました。結構均一に効くんですよね。ブレーキの方がこうぐーっと効いて、最後の3、4キロ5キロとかになってきた時には若干こうブレーキが少し抜ける感じちょっとだけありましたけど、でもねこう踏んでいく時に均一にググググググっと効いていくんですよ。私が持っていたアウディ車とかで比べるともっとピーキーな感じでガクンってなるような車もありましたし、国産車でいうとカロラクロスとかに関してはブレーキ低速でブレーキを踏んでいった時にこうぐーっと均一に踏んでいるつもりなんですけれども、最後ブレーキが抜けちゃう感覚があって踏み出すみたいな、そういったブレーキングになってしまう車もある中で、この車に関して言うとブレーキに関してはとても扱いやすいなと。今もねアウディ A6 とかもそうなんです。今も乗っている車も
他の車、国内車乗った後に A6 に乗り換えてやるとブレーキの感覚が分からなくって結構強く踏んじゃってこうガクっていうカックブレーキっていうのを最初になっちゃったりするんですけど、この車に関して言うとなんかねカックになりづらくて非常にね踏んでいった時のブレーキの効き方っていうのがとてもいいなっていうのが今乗っていてすごく感じる部分かなと思います。このディスプレイですね、これが非常に特徴的なのが、この A5 だと思います。すごいね、先進的になった車だなっていうのを感じます。もともとバーチャルコックピットだけでもね、すごく先進的で未来感のある車だったわけですけれども、よりね、この車の近未来感っていうのが高まったなっていうのが今乗っていて感じているところであります。本当左側助手席側の方までこのオプションをちゃんと選んであげるとディスプレイの方がついてっていうことになるんですけれども、これはディスプレイ助手席の方はレス仕様になっているので、こちらはもう全部ピアノブラックの塗装になっていて、これはこれでねとても高級感があっていいんじゃないかなっていうふうには思います。でこの辺の映像の見え方も含めて結構解像度も高くって乗っていてすごくね先進性高いなっていうところを感じさせてくれる、そういったものになっているなというのが乗っていて感じる印象であります。今40キロ50キロっていうところからぐーっと再加速をかけたりして走っていたんですけれども、この再加速今もね40キロから再加速かけます。グッ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 っていう感じで結構ね力強く中間加速こなしてくれるんですよね。この辺りのスムースにギュッと出てくる感覚っていうのもいいですね。ストレスなく思った通りの加速をしっかりとこうしてくれるっていうところ、ちょっと高速も乗れてないんでそこは評価できないんですけれども、一般道の中でパワー不足感じる場面っていうのは本当にないなというところ、これを感じているところです。こういう形でダイナミックコンフォートなどを選べます。今のバランス度ということで一番バランス取れたもので走っておりました。ダイナミックに変えて今加速の方をかけていきましたが、やはり通常モードの時よりもトルクがぐっと上がるので、ぐっと加速よりしているぞと、強い加速トルクがかかるぞっていうところもあって、ガシガシ走りたいという場合は、このダイナミックに入れるといいんじゃないかなと。ただ足回り硬くなるってことはなくて、結構そのダイナミックにして加速ギュンギュンかかるようになるんですけれども、乗り心地はね結構やっぱりいいものがちゃんと備わっているので、この点含めてダイナミックで常時走ってもね、一人で走る時とかはいいんじゃないかなと。また助手席に人いる時に関しては前後の揺さぶりがやっぱり増えるので、この点はね気になるポイントなんで、基本的にはバランスのところで走った方がいいんじゃないかなとも思っています。ということで今回はアウディ A5 新しいモデルですね、こちらの試乗の方をいたしました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただけでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チンチン TV では今後もアウディ車に関する情報の方を出していきたいと思っておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。